お金払うのはこっちだから。マットレスは別に褥瘡用マットレスじゃなくていいなと思いました。皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、私が車椅子になって6年経ちましたが、退院した当初これいらなかったなーっていうものをお話ししていこうと思います。やっぱり何もわからない状態なので、あれやこれやといろんなものを買ってしまってたりしてたんですけど、別にこれじゃなくてよかったなっていうのを、今6年経って思ったこともあるので、ぜひそちら参考にね、今入院してる人たち、これから準備をする人たち気にしてほしいなと思うんですが、まず一番初め、お家に帰るにあたっての自宅回収っていうことではなく、備品っていうところでベッドですね。まず一番初め、ベッドを褥瘡を気にして褥瘡用マットっていうのがすごい高いやつがあるんですよを準備したり、ウォーターベッドを準備したりっていうことがみんな頭の中に浮かぶと思いますが、マットレスは別に褥瘡用マットレスじゃなくていいなと思いました。で、私も病院で使ってるモルテンさんの褥瘡用マットレスを一番初め使ってたんですけど、素材がベースナイロンじゃないけどそういうのに覆われているので、通気性が良くなくてめちゃくちゃ暑いんですよ。で、なおかつシングルサイズが基本なので、多分他のサイズがあるのかもしれないですけど、シングルでも高かったからシングルで使ってたけど、やっぱシングルは狭い。ほんとでもせめてセミダブルは欲しい。だからやめて普通のマットレスにしたんですよ。なぜなら普通に旅行に行くにあたってもそんな褥瘡用のマットレスなんてベッドはないから、旅先にはね。だから別になんで家にいる時だけこれなんだろうなっていうのがあったから、すごい使いにくいし暑いし狭いしセミダブルにしたかったしっていうので、結構早めにやめました。で、いろんな人たちの話を聞いた時に、トゥルースリーパーとかでも全然いいよって、軽装の人とかがね、トゥルースリーパーでも全然いいとかって言うから、普通のマットレスにトゥルースリーパー振って敷いて、今は寝てます。途中で一回起きて体変換とかはしないんですけど、寝てることが影響で褥瘡になったことは一度もないです。なので、本当に体圧分散っていうところでは今本当にいろんなベッドがたくさんあって、山形の方ではそのトゥルースリーパー敷いてるけど、福岡の方ではセミダブルじゃなくてダブルのベッドを私は置きたかったから、トゥルースリーパーじゃなく、案件でいただいたっていうこともあるんですけど、グーグースリープさんっていう本当に体圧分散してくれるマットレスに寝てます。グラスとかをベッドの端に置いて、他の人がジャンプするとそのグラスが倒れないみたいなマットレスって世の中にあると思うんですけど、そういうようなタイプを使ってるんですが、十分それで気持ちよく寝れてます。なんなら気持ちよく寝れてます私はわざわざその高いお金っていうか、モルテンも高い、シングルであの時7万円くらい、補助出てもそうだね、シングルで7万くらいだけど、トゥルースリーパーとかなんて1万円とかで買えたりするから、今皆さんがね怪我する前に使ってたようなマットレスを生かしてトゥルースリーパー敷くだけで十分だと思います。そこにそんなお金かけなくていいかなと個人的には思います。で、もう一つ同じように柵付き、本当に病院ベッドみたいな感じで柵が両サイドについてて、またはこのリクライニング機能があってみたいなのを準備してる人もいると思うんですけど、別にいいと思いますよ。全然いいと思うけど、私は別にそこまでいらないかなって思います。寝て自分で起き上がるっていう練習も多分皆さんリハの中ですると思うんですけど、それで全然起き上がれるし、別にベッドの縁とかに手かければ起き上がれるし、それこそだから旅行先でそういった柵があるベッドに寝るわけじゃないので、全然本当に今まで使っていたベッドを活用すればいいのかなと個人的には思います。ただ例えば異常がちょっと下手くそだよっていう方に関しては、ベッドのフレームは私は別収納付きにしてるけど、下に収納付きのタイプじゃなくて、普通に足がこうあって下が空洞で
要は車椅子がちゃんとスコンってね下は車輪がこう入るようなタイプとかにしてベッドに寄せやすいようなベッドフレームに変えることはまあ別に初期の段階ではいいかなと思うんですけど、だからわざわざすごい高いお金出して補助金使えどねレンタルかもわからないけど出してそこまで変える必要はないかなとお布団に関しては思います。せめて柵が欲しいっていうのであれば置き型の柵とかもあるので、今日私のタイプの話してますけどね、私より上司が麻痺してる人のタイプはまた別だけど、私と同じくらいまた私より下のレベルの人たちは本当にいらないと思うし、あったとしてもその置き型の手すりにして、必要なくなったら片付けてっていう風にすればいいのかなと思いました。もう一個、お風呂だったら、いらないなと思ったのはバスボードですね。浴槽の上に置くような座れるようなタイプのバスボードなんですけど、私はそれいらないかなって思います。なんか入浴する時に必要だっていう人もいてたりするので、それは入浴方法によりけりだと思うんですけど、湯船入りませんっていう人は別にいらないと思うし、湯船入りますっていう人でもお風呂の縁が結構あるタイプだったらそこに乗り移ればいいと思うので、わざわざバスボードつける必要はないかなと思いました。シャワーチェアとかバスマットに関してはやっぱあった方がいい。福岡の方では私シャワーチェアを使ってるんです。山形の方では、下に降りて体を洗ってるのでバスマットっていうのを使ってます。それはもう本当にお風呂の作りによって必要か不必要か違ってくると思うんです。扉開けて目の前にバスタブ、右手に体洗う、体っていうかシャワーがあったりした場合の作りとしては多分シャワーチェアの方が良くて、逆に扉を開けてまっすぐこう縦ラインで体洗う場所、右側に浴槽っていうところはシャワーチェアが多分すごい使いづらいと思うので、そこは下に降りて体洗うっていうことの方がいいかなって思います。そのためにはだから下から上がってくるっていうやり方を習得しないといけないんだけど、それも私はリハビリの練習で、そういう家に帰るってことを分かってたからリハビリ練習して浴槽の縁に座って縁から車椅子に戻るっていうような練習をしました。それの説明は他の動画でも出してるのでよかったら見てください。ベッドに伴ってボックスタイプの防水シーツあったらよかったなって今でも思ってます。ゴム引っ掛けてパックタイプの防水シーツとかっていうのは結構あると思うんだけど、マットレスを汚さないための防水シーツ、マットレス、防水シーツ、普通のシーツ、あと一部に置く防水シートっていうのを私は普段やってるんだけど、やっぱその紐だけをかけて平面だけが防水シーツとしてなるシーツは結構漏らしちゃった時とかはやっぱサイドに行っちゃったりするの。この防水シーツがかかってない部分のマットレスを汚しちゃったりする場合があるから、ボックスタイプにしてマットレス全部覆える防水シーツがいいかなというふうに思いました。ずっと思ってたのが容量多めの尿取りパッドっていらないんだなって、ほんとここ数年で感じました。一番初め尿取りパッド紹介する時に、普段こういう吸収要は4回とか5回とかすごい厚めのね、私はおむつにつける用の尿取りパッドっていうのを使ってるんです。なぜかっていうと、普通の尿取りパッドはここが粘着面で私足が開けないので、つけようと思うとここがくしゃってなっちゃうの、くしゃって。で粘着面がうまく機能しないので、ここに粘着面がなくてここだけで下着にくっつくっていう、これをだからおむつじゃなくて下着につけてるんですけど、こういうのでやってました。4回とか5回のすごい大容量を使ってたんですが、どうしてもなんか横漏れするんですよ。立体リアサーがうまくパンツだと作用しなくて、だって本来はおむつにつけるようだから横漏れしてたのが、私は容量が足りてないんだって思ってずっとこの大容量使ってたんですけど、生理ナプキンを作ってる会社さんと少しお話しした時に、いや1回200くらい出るとして4回5回って800ですよみたいな、そういった話になったのね。
だから800貯めるほどトイレに行かないってないじゃん。下着につけるものじゃないからどうしても横漏れがあるんじゃないかっていうことで、そっかって思って今2回分のに変えてます。だから厚みが全然違うんだけどさ、2回分のに変えて、で今こっちを使ってます。2回分の方に変えてどうだったかというと、容量オーバーで漏れるっていうことはやっぱり基本的にはないです。なんかこれがどうしてもずれちゃって横漏れしてっていう時はあるけど、長時間トイレに行かないっていうことが決まってたらレッグバッグつけていくから、私はこの2回分で全然いいんだって思いました。だからこの厚みが変わった分、普段の旅行行く時ような荷物も少しかさばらなくなったので、こっちの薄めでいいなって思うし、つけれる人はこのタイプじゃなくてちゃんと下着につける用の尿取りパッドっていうのをつけた方が横漏れも少なくなるのかなというふうに思いました。あと最後にその尿に関してもう一個いらないなって思ったのは、大容量の尿バッグがいらないなって思いました。一番初めまだみんな車椅子にさぶら下げてたりしてたでしょ。病院にいる時とかは自己導尿まだ練習できてない人とかは。でも私はなんかそれの名残でそのままバッグもそういった大容量の 1000ml のやつを買って過ごしてたけど、あれってすごいさ管がめっちゃ長いじゃんすごい邪魔になるの。だから私はもう寝る時も基本レッグバッグにしてます。膀胱より下にそのバッグを置かないとおしっこ流れませんとかって言われてて、なんか初めはベッドの縁にかけて寝てたりしてたけど、そんなことない。レッグバッグを私は太ももまでの短い感じで切ってるから、レッグバッグを私はもうそういった寝る時用にもそれで使ってます。寝返りとか打たないから横にただ置いておくだけ、普通にポンって置いておくだけで全然おしっこたまるし、すごい水いっぱい飲んだ日でもまあ朝起きるまではギリ600で収まってるから、大容量1000とかのやつとかやんなくていいなって思いました。私が使ってるそのコロプラストさんの600のレッグバッグっていうのを寝る時も、そして普段お出かけする時太ももに置いて過ごすっていうことで全然十分に過ごせてるので、そんな何種類も買わなくていいかなというふうに思います。はい、じゃあ逆にあった方が良かったなって思ったのに関しては、こういったおねしょシーツ、ずっと昔からこれおすすめですって言ってます。ペット用のおねしょシーツで、医療用じゃなくてペット用のおねしょシーツが私はおすすめです。Amazon とかでもめちゃくちゃ大容量で売ってるので安く、これをちっちゃい用として1個買っておくっていうのがいいのと、もう1個やっぱり大型犬用のおねしょシーツっていうのはやっぱりあった方が、もしいろいろお家で失敗したとしてもこれで片付けたりできるので、旅行先にも持っていけるし、赤ちゃんの使い回しタイプのおねしょシーツとかを旅行先に持ってってたんだけど、失敗した時に捨てれないじゃん。洗って持って帰るっていうことしかできないので、いやそれは違うなって思ったんで、こういった大型犬用のおねしょシーツあるとよかったなというふうに思います。で、あとはたびたび言っているんですが、これはお部屋のサイズ感があったりするので何ともと言えませんが、でもストレッチベッドはあった方がいいなというふうに思います。よくエステとかマッサージ屋さんとかにあるベッドですね。幅広のものが理想ですけど、別に幅広くなくても幅狭のものでも大体6000円くらいかな。で折りたたみもできたりするので、お家の人がいる場合は、そういったない時は折りたたんでもらっている時は広げてもらってみたいな感じで、寝る用のベッドで柔軟するのもいいんだけど、やっぱり柔らかすぎてっていうパターンが多いので、ある程度の硬さがあってうつ伏せとかにもなったり、長座体前屈ストレッチしたりっていうことができたりっていうのがあるので、床トラも簡単ですひょいひょいですっていう人は別地面でやればいいと思うけど、床トラあんまり得意じゃないよっていう人に関してはストレッチベッド買って家でそういったストレッチできる柔軟できる空間っていうのを作った方がいいかなと思うし、例えば
それは人によりけりだけどそのベッドがあることによって例えば私は、出張で松江区お願いしたりっていうのもあります。あとはそういった出張マッサージとかさ出張針とかっていうのも世の中にはあるじゃん。そういうのもそういったストレッチベッドがあると呼びやすいのかなと思うので、一番おすすめは、幅広でなおかつリクライニングができるものが個人的にはおすすめだけど、結構それは幅を取るのでそうじゃなくても細めの、リクライニングできないタイプのストレッチベッドが一つあるだけで全然違うかなというふうに思いました。それに加えてストレッチポールとか置いといたりっていうのもいいと思います。はい、そんな感じで私が退院した時にこれいらなかったな、これ無駄だったなっていうものをご紹介しました。やっぱり当事者のこういった声って多分あんまり反映されてないから、どうしても病院側の方でもこれ必要なんじゃないとかって言われたりすると思うんですけど、一番初め安全とかはあることもあるかもしれないけど、でもお金払うのはこっちだから。皆さんが良かれと思って言ってくれることもあると思うけど、お金払うのはこっちだから、過ごしてて必要だなって思えば買えばいいし、だから一番初めあれやこれや準備するんじゃなくて、まずは介護福祉っていうポジションだけじゃなく、世の中にあるものを広く見た上で考えて物を買うっていうことで賢く過ごしていってほしいなというふうに思います。なんかあればまた質問とかしていただけたら、私も DM で結構返したりするので、気になることあればこれ必要ですかねとかっていうのがあればよかったら聞いてください。はい、ということでこの動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。1個伝え忘れてました。もう1個はクッション。もし、トイレ失敗してクッションを洗わなきゃいけないとか、自分の車椅子のねクッション洗わなきゃいけないっていう時に代わりになるような、別にそれは高いやつじゃなくて、よくさ、ハニカムクッションとかっていうのがネットであると思うんですけど、なんかそういった安いやつとかでもいいから2枚とか買って厚さを出して、臨時でちょっと座ってられるような、移動の時だけちょっと座るようなクッションっていうのもお家にあった方が、クッション自体をね洗ってる時に、または、ロフもし使ってる人とかがいたら破れちゃったっていう時とかに臨時で使えるようなクッションがあるといいかなというふうに思いました。言い忘れてた。